こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。仕事が辛くて退職し、無職になってから半年が経ちました。今回はこの半年間の無職生活で私が気づいたこと7選をお話ししたいと思います。半年間で起こった気持ちの変化や、実際に経験してみて初めて分かった無職の現実を正直にまとめてみました。絶賛人生模索中な私の経験が、今まさに仕事や人生に悩まれている方にとってより良い方へ進むための何か小さなヒントになってくれたら嬉しいです。それではスタートです。本題に入る前に、まずはじめに私の今日までのお仕事の状況をお話ししたいと思います。私は今年新卒から7年間勤めた会社を退職し、現在まで約半年間いわゆる無職暮らしをしています。退職理由はこちらの動画で詳しくお話ししていますが、ざっくりお話しすると、業務内容が私が苦手とすることが中心で苦しかったこと、そしてその気持ちに蓋をし気合で働き続けた結果、心身ともに限界に近づいてしまったこと、これらが決め手でした。そして転職先はあえて決めず、1年間は心と体を休めたり、やりたい仕事を模索してみるキャリアブレイク期間を設けることにしました。今日までいくつか気になる仕事にエントリーしてみたりもしましたが、今は YouTube を頑張りたいなと思い、現在も定職に就かず過ごしています。 YouTube はありがたいことに多少の収益はいただけていますが、まだまだ心もとない不安定な収入源です。無職になり半年経って気づいたこと、一つ目は心が壊れる前に辞めれてよかったということです。これが何よりも強く感じることでした。転職先も決めないまま退職に踏み切りましたが、幸いにも心の病にかかることもなく離れることができました。と言っても退職する頃には結構体調を崩しがちだったので、もしかすると危ない状況一歩手前だったのかもしれません。でも症状がひどくなる前に退職できたおかげで、体調不良もすぐに良くなり、1ヶ月程度心と体を休めたら、早速前向きな気持ちへ切り替えて行動できるようになりました。会社員の時は傷つかないようにと心に蓋をして生きていましたが、会社を離れてからいつも自然体の自分でいられるようになり、笑顔でいられる時間が増えた気がします。うつ病を経験した方の言葉でよく聞くのが、心が壊れる前に一刻も早く休んでほしいというメッセージです。それなのに、本当に心が壊れるまで休めない社会の仕組みに退職するか否か長年悩んでいた私は、ずっと怒りやもどかしさを感じていました。本当に最低な話なんですが、仕事が辛いのに至って心丈夫な自分の体をむしろ恨んでしまったことさえありました。健康でいられることが何よりも幸せなことのはずなんですけどね。でももし私が本当に心の病を抱えてしまったら、前向きに活動できるようになるまでたくさんの時間をかけて苦しみを乗り越えていかなきゃいけない状況だったはずです。なので心が壊れる前、就職先もないまま退職をできた過去の自分の勇気に今ではとっても感謝しています。元気に動ける体さえあれば、またいつだって働けます。今辛い思いを抱えて働かれている方には、心が壊れるその前に勇気を出して一度立ち止まってみることも考えてほしいなと思っています。辛い仕事を離れることは決してネガティブなことではなく、きっととっても前向きな決断なはずです。一方でこんな言葉も紹介させてください。これはとある精神科医の方が言われていた、うつ病になる人はセンスがあるという言葉です。本来なら心に蓋をして無理に続けてしまうところを、ちゃんと体がもう限界だよとサインを出してくれている。だからセンスがあるという意味だそうです。うつ病って乗り越えるのはとても苦しい戦いにはなると思うのですが、でもそのサインのおかげで心の違和感に気づけたり、一度立ち止まって自分と向き合うきっかけにもなったり、そんなポジティブな側面もあるんじゃないかなと思うんです。今苦しい状況にある方は、どうかご自身を責めず、まずはゆっくりと心が回復していく時間を大切に過ごしてほしいなと思います。半年間の無職生活で気づいたこと、2つ目はミニマルな暮らしが生きやすくしてくれるということです。特にミニマリストな暮らしのおかげで貯められた貯金に今本当に助けられています。辛い仕事を続けている当時は、新たな仕事なんて考える心の余裕さえなかったんですよね。
そしてたとえ転職してもまた苦しくなってしまうんじゃないかという不安もあって、結局今の仕事を耐えることしかできずにいました。でもそんな状況の中、焦って転職するのではなく、1年間自分の好きなように生きようと思い切った道を選択できたのは間違いなく貯金があったおかげでした。ちなみに退職時のお金の状況はというと、数年分の生活防衛資金は十分に確保できていて、それにプラスして NISA や特定口座で積み立てている投資を持っていました。貯金のおかげでキャリアブレイクという道を選択できましたし、ミニマルな暮らしのおかげで貯金も多くは切り崩さずとも生活することができています。今の暮らしは本当にミニマリズムに救われているなと感じる毎日です。そういえば過去の私は仕事が辛いというストレスを散財することで解消していた時期がありました。でも今考えたら、そんな辛い思いをして働いてる時こそ労働の対価として得られるお金の価値って高かったはずなんですよね。仕事が辛いだからこそ、本当に自分のためになるお金の使い方って何だろうと、もっと考えなきゃいけなかったなと振り返って思います。辛い時こそミニマリズムの力を借りて小さく暮らす、そしてコツコツお金を貯めて未来の選択肢を増やす。ミニマリズムはピンチの自分を守ってくれるとっても心強いお守りだと思っています。半年間の無職生活で気づいたこと、3つ目は人とのつながりの大切さです。無職になって孤独を感じやすくなりました。退職してしばらくは朝起きるたびにもう辛い思いを抱えながら会社に行かなくてもいいんだと安堵感を感じていました。それはとっても良かった変化なのですが、でもそんな状況にもなれると次第に孤独を感じるようになりました。まるで自分が社会から切り離されてしまった、そんな感覚になってしまったんです。会社から離れてみて初めて何かの組織に属するって心の安心になっていたんだなということに気づかされました。仕事自体は苦しかったのですが、誰かに頼られ人と関われる環境に自分の存在意義を感じられていたんだと思います。会社ってありがたい場所だったんですね。人生を振り返ってみると、これまでの私って小学校、中学校、高校、大学と毎日通う学校がありましたし、部活動や習い事など頑張る場所もあって、どこかに所属していることが当たり前の人生でした。今のようにどこにも属さないという状態は人生で初めての経験です。人間は社会的な動物である。有名なアリストテレスの言葉で、人は誰かと関わったり支え合ったりしながら生きることで初めて自分の居場所や幸せを感じられるという意味なのですが、その言葉が今痛いほど身に染みて感じられます。前向きな気持ちで退職したはずなのに、このまま人とのつながりが一切ない暮らしを続けたら、きっとダークサイドに引き込まれてしまう、そんな気がしたので、そこからは人と会う用事を意識的に作るようにしました。週末には友人と会ったり、実家に帰ったり、何か予定を入れるようにしました。趣味の習い事も人と関われる絶好の機会なので続けることにしました。そうやって人に会ってたわいもない会話をするだけで心って上向きになるんですよね。人と会う約束がなくても図書館に行ったり、カフェに行って作業したり、そんな風に人がいる場所に出るだけでも社会の一部になれた気がして、前向きな気持ちになれます。基本的に一人時間は大好きな MBTI INFP の私ではありますが、退職を機に人とのつながりのありがたさを強く感じられるようになりました。半年間の無職生活で気づいたこと、4つ目は、私は働くこと自体は嫌いじゃなかったということです。仕事が辛くて会社を辞めた私ですが、本当に耐えられなかったのは自分の苦手なことを毎日やり続けることだったんだと気づくことができました。実は退職前、ストレングスファインダーという自分の強み診断を受けてみたんですよね。そこで初めて自分の苦手が何かちゃんと知ることができました。私は会社ではプロジェクトのマネジメント業務を担当していましたが、他人を巻き込むことも率いることも即レスも即判断もとっても苦手で、それなのにその苦手なことを一流にこなそうと目指し苦しんでいたんですよね。そんな苦手なことばかりな仕事から離れ、今は YouTube 作成を中心とした暮らしですが、もちろん大変なことはたくさんあるけれど、それでも毎日一生懸命に続けることができています。
苦手を避けるだけでこんなに前向きに取り組めるんだと驚く日々です。昔は苦手なところばかりが身について落ち込んでばかりいましたが、下手くそでダメな自分を認めてあげてから本当に心が軽くなりました。私が下手くそな人を率いたり巻き込んだりすることがむしろとっても上手で、やりたくて仕方がない人が世の中にはいますから、自分が苦手なことはそんな得意とする人に任せておけばよかったんですよね。できないものはできないと、もう潔く諦めてしまっても大丈夫だったことに気づくことができました。でもう一つ気づきがあって、一日何もせずダラダラ過ごした日は自分の非力さに相当へこむんです。きっと私って働くこと自体は大好きで、本当は一生懸命に働いて何か役に立ちたいんだと思います。まだまだ働き方は模索中ですが、もう苦手ばかりで自分を消耗する働き方はやめて、そしてできれば自分の強みをより活かせる働き方で自分らしく社会に貢献していきたいなと思っています。ちなみにストレングスファインダーで私の強みとして診断されたのは、主に人に寄り添うことや成長を支えることなどなど、どれも私にとっては当たり前で全然強みだとも思っていなかったことばかりでした。思い出せば学生時代にやっていた接客のアルバイトも、社会人になって始めた外国人へ日本語を教えるボランティアも、もはや趣味と思えるぐらい楽しみながらできていましたから、自分の強みを生かす働き方ってきっと夢物語ではないと思うんですよね。ストレングスファインダーは過去の私のように自分に強みなんてないと自信が持てない方にぜひ一度受けてみてほしい診断です。半年間の無職生活で気づいたこと、5つ目は自由の難しさです。あんなに自由な時間が欲しかった会社員時代、そこからやっとの思いで離れることができ、毎日24時間自分のやりたいように時間を使えて自由気ままな夢のような暮らしになるかと思っていましたが、現実は自由な暮らしって思っていた以上に自分との戦いの暮らしでした。ただ気ままに過ごせばすぐ怠けてしまうし、つい楽する方を選んでしまいます。油断すると本当に何もしないまま一日が終わってしまうんですよね。自由には責任が伴うとよく言いますが、その言葉の意味を今痛いほど強く感じています。会社では決められた仕事をこなしていればよかったけれど、今は全部自分で決めて自ら動いて、結果を含めて全て自分の責任です。自由って楽な暮らしではなく、自分への厳しさが必要な暮らしでした。本当の自由とは自立することなのかもしれません。ということで、つい怠けちゃう自分を律するために会社を辞めた今でもまるで会社員のような生活リズムで暮らすようにしています。平日は朝から夕方まで図書館に通って机に向かうようにしています。そうするとやりたかったことが少しずつでも進むようになって、一日何もできなくて後悔する日もなくなりました。習慣の大切さをすごく実感しています。と言っても結局つい緩く過ごしてしまうこともあって、未だに毎日がだらける自分との戦いなんですけどね。そして過ぎる時間の速さにも本当に驚いています。1年もあれば自分の人生はきっと大きく変わるだろうと希望を持ってキャリアブレイクをスタートしました。でも実際は半年は一瞬で過ぎてしまい、思ったより何も変わっていません。一朝一夕に人生変わるものじゃない、そんな現実を知りました。半年経ってもまだどうなるかわからない状況に不安になることもあります。でも結局前に進むためにやれることってたくさんのトライアンドエラーを重ねることしかないんですよね。歩みがゆっくりでも、目に見える成果がなくとも、そもそも行く先がわからなくとも、残りの期間上手に自分を管理してたくさん挑戦し、たくさん失敗してみたいなと思っています。半年間の無職生活で気づいたこと、6つ目はそれでもずっと不安との戦いが続くということです。退職してから良い方向へ変わったことはもう本当にたくさんあります。でも正直なところ、不安の気持ちはまだ完全には拭いていません。一体何が不安なんだろうと深掘っていくと、その不安の正体って結局はお金の不安だったんですよね。そういえば退職を迷っていた時も最後までためらう理由がお金の問題でした。貯めてきたお金もあるし、いざという時にはまた会社員に戻ればいいと、もしものこともすでにいろいろ考えた上で退職を決めたはずなのに、証拠りもなくまた不安になってしまうんです。
そんな時自分自身に言い聞かせていることが2つあるので紹介したいと思います。まず1つは人と比べることをやめるです。不安になっている時って大抵人と比べてしまった時なんですよね。仕事、収入、結婚、子供などなど、もう人と比べたらこの世の中へこむことばかりです。でも他人と比較したってキリがないですから、比較していいのは過去の自分だけだと思うようにしています。そうするとそれでも今確実に過去の自分より良い方向へ進めていると感じられるんですよね。そしてもう一つ不安な時に考えること、それは不安自体は悪者じゃないということです。もし自分にできる範囲のことだけをしていたら不安になることなんてありません。不安になるのは果敢に挑戦している証だったりするんですよね。実は先日スカイダイビングに挑戦したのですが、不安がある私にインストラクターの方がこんなことを言ってくれました。怖がっている人は大丈夫、それはちゃんと現実とリスクを見れている証拠だから。でも実は余裕そうにしている方の方が危ないんです。それは現実をちゃんと見れていないから。この言葉になるほどと思わずうなずいてしまいました。今の私もきっと同じように現実を見てリスクも理解しているからこそ退職したことにすごく不安になるんですよね。そしてだからこそいざという時も現実にちゃんと目を向けて行動できるはずです。そして最近もう一つ思うことがあります。それは意外となんだかんだなんとかなるかもしれないということです。仕事を離れてからいろんな働き方をする人に出会う機会が増えました。そしてみんなそれぞれになんとかうまくやっているんですよね。まさにスカイダイビングのインストラクターの方もその仕事の他に民泊を運営されたり外国人向けの日本語教師をされているそうで、本当に楽しそうに生き生きと働かれているなという印象を受けました。そして私の退職報告動画にも辛い仕事を辞めたけれどなんとかなっていますというコメントが本当にたくさん届いたんですよね。そんな退職を乗り越えられた先輩方のコメントの数々にとっても勇気をもらいました。コメントをくださった方々本当にありがとうございます。結局不安を恐れて鼻から諦めてしまったら失敗も成功もできないですから、大事なのは行動してみることなのかもしれません。未だに将来への不安が襲ってきては、いや大丈夫なんだと自分に言い聞かせていると堂々巡りです。今はきっと大丈夫としか言えない状況ではありますが、いつか皆様に辛い仕事を辞めたけれどなんとかやっていけてるよと私自身が証明になって伝えられたらと思っています。ぜひ今後とも温かく見守ってください。半年間の無職生活で気づいたこと7つ目は、お金より過ごす時間の方が大切なのかもしれないということです。かもしれないと言ってるのはまだ確信は持てていないからなのですが、最近よく感じることです。これはある程度いざという時に自分を守れるお金があって生活コストも低いからこそ私がそう思えるのかもしれません。苦手な仕事をしていた頃は平日5日間がもうずっと憂鬱で、週末さえも次の平日が来ることを想像してしまい心が重たくなっていました。でもそんな状況でも今より収入が低くなることを恐れてなかなか会社を辞めれなかったんですよね。でも結局辛い仕事から離れてみてお金的な余裕は減ったはずなのに心豊かな時間を過ごせているように感じるんです。人生とは時間の使い方そのもの、今この瞬間が積み重なって人生になるんですよね。そう考えるとより長く気分よくいられる時間を過ごすことの方が多くのお金を稼ぐことよりも大切なのではないかと思えてきました。未来の幸せのためにとこれまで辛くても我慢して働き続けていましたが、そのせいで今を犠牲にしていたら本末転倒だったんですよね。心を犠牲にしてまでも無理して大きくお金を稼がなくてもいい、たとえ収入は少し低くなってしまっても穏やかに過ごせる自分の時間の方が価値がある。今はそう考えています。自分が過ごす時間の価値に気づけたことはこれからの人生を良くしていくための大切な学びになりました。以上が半年間の無職生活で気づいたこと7選でした。キャリアブレイクの残された期間はあと半年。でも今後の働き方は正直まだはっきりとは見えていません。キャリアブレイク期間中に答えが見つかるのかもわからないです。
でも最近はどんな仕事がしたいかって人生かけてずっと模索していくものなんじゃないかなとも思うようになりました。過去の私はレールに乗ったキャリアを正解だと信じて歩んできました。でも実は正解なんてどこにもなかったんですよね。たくさんのトライアンドエラーをしながら時間をかけて選んだ道を自分なりに正解にしていく。今はそんな風に生きていきたいと思っています。まずは残り半年後悔なく過ごしていきたいです。この動画が良かったよという方はグッドボタンと、そしてぜひぜひコメントもよろしくお願いします。最近インスタグラムも毎日更新していますので、ぜひフォローをお願いします。それでは動画中にもお話ししたのですが、実は先日スカイダイビングに挑戦してきました。いつかはチャレンジしてみてもいいななんてふんわり思っていたアクティビティだったのですが、まさか本当にチャレンジする日が来るとは。人生わからないものですね。レクチャーを受け、飛行機で出発。20分ほど上昇したらいよいよ落下です。もう前に続いて流れるように出発するので、怖い、無理なんて言ってる暇なく、あっという間にテイクオフ。落ちる前、目の前に一瞬富士山が見たことだけは覚えていますが、後の記憶はちょっと定かではありません。とりあえず下からの爆風がすごかったことだけは覚えています。なんと時速200キロで1分間も落下。パラシュートを開いて、そこから3分間の飛行です。これがとっても気持ちいい時間で、空から眺める景色にとっても感動しました。ということでようやく着地。腰が抜けてしまいました。やっぱり地上って最高です。またとない面白い経験になりました。考えてみたら心身ともに健康でかつ時間があるって、こんな機会は人生でもなかなかないはずなので、退職してからはこんな風に初めてのことにチャレンジしたり、海外旅行に行ったりといろんな体験をしてみています。もちろん使えるお金は限られているので、お財布とはよく相談してですけどね。スカイダイビング挑戦してみたいという心臓に毛が生えた猛者はぜひチャレンジしてみてください。